gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回はフータのテント周りを作ったので、今回はこの裏にたぬき商店の森を作ります。たぬき商店の森って何なのか気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。この商店が考えられるまでの一部始終は、この動画にあるので、ご興味がある方はぜひそちらもご覧ください。今回の舞台はこちら。広く見えるようで奥行きがほぼない場所にたぬき商店の森を作ります。毎回恒例マップ確認タイム。作る範囲はこの辺り。1区画分とちょっとくらいですね。いつもはカメラを起動するのですが、今日は一番奥まで走るところから、たぬき商店のドアと橋がちょうど一直線になるように移設します。確認も何もできないので、長年の経験で橋の真ん中と判断します。これは真ん中なのか、それとも右にずれているのか、確信を持てないまま先に進みます。右に1マスずれていますが、作っている私は気がついていません。扉のところが3マスなので、真ん中にはできないんですけどね。主張の激しいたぬき商店の主張を消していきます。周りを色が少ないもので囲えば主張は消えます。安直ですね。ここの真横を塞いでしまうと買取ボックスが使えなくなるデメリットが出てきてしまいますが、もう使わないことを覚悟して塞ぎました。覚悟がなければ塞げません。若干後悔している気持ちもありますが、全ては大義のためとぐっとこらえています。柱の上にはデコイや真珠を置いて、ちょっと金持ちな雰囲気を漂わせていきます。主張が消されたたぬき商店です。若干はみ出してくる自己主張の強さは残されています。思っているより真珠が大きくていい感じです。まだまだ寂しいので飾り付けます。完全なる別のものに作り変える覚悟でやっているので、どんどん個性を消していき、白いホテルの入り口のような感じに仕上げていきます。ちなみに今回の配置は全て左右対称にしています。三角トピアリーがイノシシの牙のように見えますが、ここからなじませていきます。緑のものをなじませるなら緑のもの、木を隠すなら森の中ということで、たぬき商店の前は森にしていきます。島と練り子、針葉樹、シェフレラとお気に入りの三大巨頭です。洗練された雰囲気にしたい時に使いたい木たちですね。針葉樹は洗練された雰囲気かどうか怪しいんですけどね。実はこの道は1回作り変えています。計画にあった道よりマス数が圧倒的に足りず、これはテイク2ですね。島クリエイトにも山あり谷ありやり直しありっていう感じですね。森ももちろんシンメトリーです。これが並木道になるのはもう少し後のお話です。本日初登場のマイデザインの道を敷いていきます。並木道の真ん中はだいたい大きめの道なので、横幅5マスの道を作ります。真ん中から敷いているのは橋が家具が邪魔で敷けないからですね。家具を置く前に敷いておけばよかったものの、そんなことは忘れていました。並木道にしては奥行きがかなり狭めなので、並木道かどうか怪しい雰囲気が漂ってまいりました。並木道と呼べる道になるのかと不安です。一般的には呼べなくても自称であれば並木道と名付けることができるので、それで OK とします。たぬき商店前の道は階段のマイデザインで終了させます。お借りしているマイデザインは全て概要欄へ。家具をどけながらマイデザインをせっせと敷いていきます。なぜ先にと後悔しながら敷いています。シトロン島のシーズン2ではたぬき商店は不遇の扱いを受けていたので、今回はちょっと豪華に、でも端っこにという感じにしました。前回は島の端も端で荒れ果てた大地にポツンと一軒家だったので、ようやく日の目を浴びたたぬき商店です。その代わり主張を消されアイデンティティは失われています。たぬきへ続く道ができました。イノシシの牙が思っている以上に目立つので奥に引っ込めます。
隠しきれない存在感ですね。悲しいことに飾り付けたものも一旦魔法のポケットへ。ファンタジーの世界でよくあるマジックバッグ容量大。高値で取引されるものを島民代表は持っていることに大驚愕ですね。イノシシの牙は奥に移動させ、その場所にあったテーブルとランプを手前に持ってくる感じですね。これで牙を向いていたたぬき商店がおとなしくなりますね。先ほどと比べさらにアイデンティティを失ったたぬき商店です。時の旅人になりて木を成長させてきます。ここのたぬき商店だけ見ればいい感じに仕上がっているのですが、手前の完成された場所の景観が崩れてしまいました。なので手直しをします。針葉樹の L サイズはマジックバッグへ。もったいないのですぐに使ってあげましょう。道側に行くにつれ木が小さくなるように、外側の木は最大サイズまで育てる予定です。育ててきます。育ちました。道の内側に寄りすぎな気がするので、内側の空白を作ります。いい感じになった気がしますが、木の隙間とかバランスがおかしいので調整タイム。木は植えてみて育った後、撮影ポイントに立たないとうまく調整できないので、行き当たりばったりな作風になりがちです。ちなみに木を植えまくっているので、ちせいちゃんからの評価は星4です。左右の空白を埋めていきます。ホテルの庭といえば門があるイメージなので、門っぽい仕切りを作っていきます。豪邸によくある門から家までが遠いやつにしたかったのですが、設計と自分の目論見が甘すぎて狭い感じになっていますね。今回は全てがシンメトリーになるようにしています。想像よりぎゅうぎゅうに詰めまくった方が良いとの判断を下し、木の位置をバンバン詰めて、足元には背の高めの草も。今日も高速田植え職人でしたね。麦畑登場以来愛してやまないとのことなので、気がついたら高速で植えられるようになりました。最後に高級車を置いてみんなの目線を独り占めに、たぬき商店が泣いています。ということで、完全にアイデンティティを失ったたぬき商店の森が完成です。ちらっとお店の感じが見えるのがせめてもの主張ですね。たぬき商店の森はいかがだったでしょうか。すべてを隠されてしまったたぬき商店もいいかもと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars